ケットが全部売れた時も嬉しかったけど、みんなが本当に来てくれたの見ると、もっと嬉しいね。M が劇場の人と頑張ってくれたからだよ。ありがとう。ああ。あとは、笑顔になってもらうだけだね。その通りだ。休みも挟むとはいえ、これから2週間の公演だ。全力を出しつつも、バテないよう気をつけるように。そしてその上で、最初から最後まで笑顔にするぞ。俺たちワンダーランズショータイムでな。それじゃあそろそろいつものやろうあれがないと始まらないもんね。じゃあ、頼むよ M 君。私たちのパワーもりもりモリリング公演頑張ろう。ワンワンワンダホーイ。まもなく開演いたします。スマートフォン、アラーム付き時計など、音や光の出る機器は、さあ、本番だ。俺たちを成長させてくれた恩人たちに報いるためにも、最高の公演にしてみせる。それでは、ワンダーランズショータイム、パレードトゥヘブン、開演です。ここは一体、どこだ？このもやは、外なのか？おかしいな。俺は確かあの子と一緒に。あの子とは、誰だ？さあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。天国名物ヘブンパレードが始まるよ。あの世で一番ハッピーでグレートなパレードだよ。は？天国ってまさかそんなわけ？人が飛んでいる。それにあの大きな翼は。天国の門をくぐった善良なる魂たちよ。この幸福の園を存分に楽しみなさい。永遠の安らぎと祝福が約束されし地に、あなた方は選ばれたのですから。イエーイ。歌って踊っていっぱいゴロゴロして楽しんじゃまさかここは本当に天国なのか？だとすれば俺は死んだのか？しかしなぜ？何か大切なことを忘れているような気がする。ウィル、本当に後でお菓子くれるんだよね。地上に降りたなんて言ったら大紳士様に怒られちゃうよ。絶対バレないようにしてね。ああ、俺が忘れていることさえ分かったらすぐにでも帰る。まあ、手がかりになりそうなものといえば地上の俺の墓ぐらいしかないが。あ、墓の前に誰か。ごめんなさい。本当にごめんなさい。お父さん。あ、そうか。なぜ俺は今の今まで忘れていたんだ。俺はアメリアと娘とくだらない喧嘩をしてその時に死んでしまったんだ。まっ
ったく。せっかく記憶を消してあげたのに、自分で掘り起こすとは。愚かな男だ。喧嘩をしてもみ合いの末、娘に殺された。なんて記憶があったら、いくら天国にいても、地獄のような気分になるだろうに。そして、愚かなのは君も同じだ。ここでルールを破った者がどうなると思う？どうなっちゃうんですか？悪い子は羽をもいでしまわないとね。連れて行きなさい。そんな、やだよ、助けて。よし。次はあのウィリアムという男だね。天国から抜け出すなんて地獄に落とされても仕方のない悪行だ。しかし一度天国に来た人間はあの手を使わない限り生まれ変わるまで地獄に落とせない。なら自分から行きたくなるようにしようじゃないか。もう学校に行かないと。行ってきます、お父さん。アメリア。あの神の使いのおかげで、こうやって姿を見に来ることができるようにはなったが、俺にはもう、アメリアのためにできることはないのか。いいえ、ありますよ。お前は。さあ、海のように慈悲深き神の使いです。ウィリアム・ヘイルさん。あなたに話があります。話？あなたのお嬢さんは、あなたのたった一人の家族は、不慮の事故だったとはいえ、あなたを殺しました。そのため、死後は地獄に落ちるでしょう。地獄に落ちた者は、転生の輪からも外れ、永遠に苦しみを味わい続けることになります。アメリアが、そんな。娘をそんな場所に行かせるわけにはいかない。あなたの力ではどうにかならないのか。できません。我らの導き手が決めた掟ですから。そんな。そしてもう一つ、悲しい事実をお伝えしなければなりません。お嬢さんが地獄に落ちると、家族の記憶、愛していたはずのあなたのことも忘れることになる。幸せな記憶を持ったままだと、どうしてもそれにすがって希望を見出してしまいますからね。そうならないために全ての記憶を奪う。何もわからないままただただ苦しみが続く。残念ながらそれこそが地獄です。アメリアが俺のことまで。ですがここで一つあなたにできることがあります。それはあなたも地獄に行くことです。あなたがお嬢さんと共に地獄に行けば、天国に選ばれた資格を捨て去るだけの罪を犯せば、娘さんはあなたのことを覚えたままです。お嬢さんをたった一人で地獄に行かせるのもかわいそうですし、大切な人に完全に忘れ去られるのも酷でしょう。一緒に地獄行きを選ぶなら、お嬢さんは今すぐ亡くなってしまうことにはなりますが、お嬢さんの死後何千年もの幸せを思うなら、そういった選択もあります。さあ、どうしますか？
ふーん。なるほどね。面白い筋書きだ。家族を亡くし、娘と二人きりで暮らしていた主人公にとって、愛する娘から完全に忘れ去られることは、最も恐ろしいことと言える。ここを起点に、どう観客を揺り動かしていくのか、お手並み拝見だね。さあ、ラストシーンだ。ウィリアムは当初、最終的に地獄に落ちるとしても、アメリアに天寿を全うしてほしいと思う。愛しているからだ。だが同時に脳裏によぎるのは、アメリアが生まれてから共に過ごした記憶だ。二人きりで星空を見上げたキャンプ。初めてもらった似顔絵。娘とのささやかで楽しい日々。そういった共に過ごした思い出が、アメリアの記憶のアルバムの写真がすべて焼かれてしまうと想像して、とてつもない悲しみに襲われる。そこに大紳士はさらにつけ込む。天国で孤独に生きるより、地獄で共にある方が幸福であるかもしれない、と。そしてウィリアムは葛藤の果てついに、忘れられるぐらいならばと、大紳士の力を借りて仮初めの姿を得て、娘を手にかけようとする。アメリア、俺は間違っている。間違った父親だ。お前の幸せを願い、祈りながら俺は、お前をお父さん、やめて。お父さん。私は忘れないよ。いつか地獄に落ちても絶対に忘れないから。だからお父さんは天国にいて、私のためにお父さんまで地獄に行かないで。アメリア、俺はなんて愚かなことを。俺がすべきことはアメリアを手にかけることじゃない。アメリアが死んでも幸せになる方法を見つけ出す。それが俺が父親としてやるべきことだったのに、アメリア、すまない。お父さん。まったく。人間というものはどしがたい。お前は。お前たちは天国の秩序を破る。地獄にいるべき人間だ。この美しい手を罪人の血で汚したくはなかったが、これ以上煩わせるなら、親子ともども地獄に叩き落としてやろう。何この光。一体何が。離れるな、アメリア。お前は父さんが守る。天の雷の前に粉々になるがいい。
なぜだ。なぜ天の雷が消えて。掟を破ったからです。大紳士様。お前は羽をもいだはずだ。どうして。導き手のお言葉があったのです。あなたを地獄に落とせと。心から愛し合う者たちを苦しめる。それは天の使いとして最も行ってはならない行為。そんな。羽が醜く。やめろ。やめてくれ。本日はご来場ありがとうございました。ありがとうございました。すっごく楽しかったな。最後ハラハラしちゃったね。お芝居って初めて見たけど思った以上に良かったな。私もう一回見たい。初日ということでだいぶ緊張はしたが、みんないい演技だったぞ。ああ、客席の反応も想像以上に良かった。いっぱい笑っていっぱいドキドキしてくれてて嬉しかったな。この調子で最後まで駆け抜けていきたいね。うん、全力で最終日まで突き進むぞ。それじゃあそろそろ出ようか。明日も2公演あるしね。じゃあ電気消して。こんな時間に誰だろうか。劇場の人かな。まだ撤収の時間じゃないはずだけど。はーい。どうも、お邪魔しますよっと。お、上白くん、久しぶりだね。あなたは確か大原監督の映画撮影でお会いした。なんでそこ？結構最近あったじゃん。確かにどこかで。あ！榊さん？確かに言われてみれば。はは、格好が随分違うからわかんなかったかな。いいえ、それより俺たちをこちらの劇場に推薦していただき本当にありがとうございます。おかげさまで今日はこうやって無事に。ああ、その件については気にしないでいいよ。たまたま話題に上がっただけだからさ。それより、今日は一演出家として話をしたいんだ。演出家としてですか？ああ。今日の公演はとても良かった。ただ、まだまだ良くなるって思ってさ。だから、良ければ俺に手伝わせてくれない？